今日はサバの味噌煮を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、サバの味噌煮を作っていきたいと思います。定番のね、おかず料理かと思うんですけれども、生臭く仕上がらないコツや、あとはふっくらと美味しく仕上げるコツなどもご紹介していきます。材料は手軽で、作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。サバの切り身、長ネギ、生姜、お味噌、お水、お酒、みりん、お醤油、お砂糖。今回はこちらの材料で作っていきます。まずサバなんですが、今ね切り身を用意してますが、こちらを半分に使って全部で4切れにして作っていきます。続いてその他の材料ですね。お味噌に関しましては今回合わせ味噌を使っていきます。こちらのお味噌に関しましてはお好みのお味噌で作っていただいて OK です。それぞれね味わいが異なってきますので、味はお好みで調整してみてください。そしてお酒ですね。こちらは料理酒ではなくて必ずね清酒を使うようにしてください。よくねこうスーパーでね、これ大きいんですけれども、こんな感じでね日本酒が売ってたり、あとはね調理用の清酒も売ってますので、必ずね塩分の入っていないお酒を使ってください。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それではね早速作っていきます。まずですね、こちらのサバを切っていきます。このサバの水分を取って、こうやってね血の塊があると思いますので、こういったものはねもうちょっと最初にねペーパーで取れるだけ取っちゃってください。はい、そしたらですねこちらをまず半分に切ります。サバもねこのように骨付きタイプと、あとは骨がついてないものがあると思います。骨がついてた方がね旨味が出るので、できればね、食べる時にねちょっとね大変なんですけれども、こういった骨付きを選んでいただくとより美味しく召し上がっていただけると思います。ただねお子様が召し上がる場合や、ちょっとね高齢の方が召し上がる場合は骨抜きをね選んでいただいてもいいかなと思います。そしたら続いてこの表面に浅く切れ込みを入れていきます。そうすることで味の馴染みも良くなって、さらに火の通りも良くなります。バッテンに入れたりねいろんな入れ方があるんですが、今回はねこのように斜めに入れていきます。 2,3 本ですね、このように入れてみてください。はい、こんな感じです。では残りもね同じように切っていきます。はい。で、切り終わったらこういったバットまたはザルとかね、そういった網のようなものにお魚を置きます。皮を下にしてまず置きましょう。そうしましたら今からね霜降り状態にしていきます。そうすることでお魚の臭みを取ることができます。今回は手軽にね熱湯をかけるだけにするんですが、表面がね白っぽくなるまで湯通ししていただいても OK です。ではかけていきます。熱湯をかけてください。こんな感じでね白っぽくなるまでかけましょう。さーっとねかけてみてください。こちら側がね白っぽくなったら裏返して、裏返す時もですねサバはね崩れやすいので崩さないように注意してください。こちらからもかけましょう。そうするとねちょっとピヨーっと皮が縮む感じになります。こちら上からもかけて、このようにかけたら別のボウルにお水を張ってこの中に入れます。はい、ちょっと全部入れちゃいますね。これでちょっとね汚れを落とします。ちょっとねこの皮の部分だったり、ちょっと鱗が残ってないかねチェックしていただいて、あとはねこういった血の塊があったりするところはね手で優しくなぞって取ってみてください。はい、あんまりやりすぎるとねボロボロになるので、優しく撫でる程度ですね。こんな感じでね洗ってください。優しくこんな感じでなぜます。こちらね尻尾の方はね表面こちら側かなり崩れやすいので、優しく洗うくらいですね。さっと水で通して取り出します。こちら側はあんまりね触らないようにしてください。そうするとねこんだけね水が濁ったの分かりますかね。このように臭みとね汚れを落とすことができます。そしたらねサバの水分をしっかり拭き取ってください。ここでね水分が結構残ってるとこちらもね臭みの原因になりますので、しっかり水分を拭き取ってください。は
はい、サバの下準備はこれで OK です。こちらをしていただくだけでね、臭みが取れますので、必ずこの下処理は行うようにしてください。それでは続いて長ネギを切っていきます。長ネギはね、4等分にしてください。はい、こんな感じです。このように切ります。それでは続いて生姜です。生姜は薄切りにしていきます。はい、生姜の準備はこれで OK です。それではね、フライパンを用意してください。今回私は直径24センチのフライパンを使います。そしたらまずこの中にお水と、あとはお酒、そしてお砂糖、あとはみりんを入れます。そしてあとね、生姜も入れてください。これで一度火にかけましょう。火加減は中火ぐらいです。一度こちらを沸騰させてください。このようにね、ちょっと軽く混ぜて全体をなじませて沸騰させます。はい、このように沸騰しました。沸騰したらここにサバを入れていきます。やけどしないようにね、注意してください。あとですね、必ず皮目を上にして入れるようにしてください。サバを入れたら続いて長ネギも入れてください。そして落とし蓋をします。そしたらこのまままず6分間煮てください。火加減はね、このようにクツクツした状態をキープしながら弱火から弱めの中火くらいですね、このまままず煮ていきます。はい、6分経ちました。一度アルミホイルを外してください。この時にもしね、アクが出てる場合はアクは取り除いてください。今ね、もうふっくらとね、結構火が通ってる状態です。そしたらね、続いてお味噌を入れていきます。一旦ね、火を止めてください。そしたらですね、まずお味噌にお醤油を入れてください。これで一度なじませます。こちらはね、あらかじめね、煮てる間に作っちゃって OK です。はい、このように溶いてください。そしたら続いてこのね、煮汁をこの中に入れて、さらにちょっとね、中と馴染みやすいように緩めていきます。お味噌はね、ダマになりやすいので、このようにね、緩めてからね、合わせてください。このぐらいかな。このようにさらっとすれば OK です。そしたらね、ここに回しかけます。そして火にかけましょう。一度ね、全体が馴染むように上からね、この煮汁をかけてください。あんまりね、お魚も動かしすぎると身が崩れるので、あんまり動かさないように注意しましょう。このように全部馴染んだら、もう一度アルミホイルで落とし蓋をします。そしてこのまま3分間煮ていきます。火加減は弱めの中火です。アルミホイルをかぶせてるとこのようにふわふわ浮いてきます。そうすることで中がね、よく対流して全体的に味をね、均一になじませることができます。はい、3分経ったのでアルミホイルを外します。今ね、このような状態です。そしたらですね、最後2分間ですね、このように煮汁をサバにかけながら煮詰めていきます。火加減はね、中火です。このお魚なんですが、裏返すと皮が剥がれたりしてしまいますので、この状態でね、裏返したりせずに煮詰めるようにしてください。はい、2分煮詰めました。これでサバの味噌煮の完成です。このようにしっかり味も馴染んで美味しそうに仕上がりました。それでは盛り付けたいと思います。はい、これでサバの味噌煮の完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにお味噌がしっかり馴染んで美味しそうに仕上がってます。サバもですね、ふっくらとした仕上がりになってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では、いただきます。身がふっくらしててすごく美味しいです。そしてこの味噌だれがね、しっかり絡んでますね。しっかりね、霜降り状にしているので生臭さもなくてすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のサバの味噌煮のポイントです。まずですね、切り身を半分に切って、その後表面に浅く切れ込みを入れてください。そうすることで火の通りが良くなるのと、あとはね、魚に味が馴染みやすくなります。そして切り終わった後なんですが、一度表面を霜降り状にしてください。そうすることでお魚の臭みを取ることができます。今回私は網のバットに広げて、そして両面にね、熱湯をかけたんですが、こちらはザルなどを使ってやっていただいても OK です。そしてね、熱湯をか
けた後はすぐねお水にさらして、そして軽く汚れを落としてください。そうすることで生臭さとあとは汚れをねきちんと落とすことができて、とても美味しいサバの味噌に仕上がります。そしてその後ですね、フライパンの中に味噌と醤油以外の調味料を加えて、そして沸騰させてください。そして沸騰したら皮目を上にして並べて、そのままアルミホイルで落とし蓋をしてだいたい6分ぐらいですね煮てください。最初にね甘みだけの調味料で煮ていただくことで、お魚にきちんとね甘みが入って、さらにねふっくらとした仕上がりになります。ここでお醤油を一緒に入れてしまうと味のバランスが悪くなったり、あとはね身も硬くなってしまいますので、味噌と醤油は後から加えるようにしてください。そしてその後ですね、アルミホイルを取って味噌の中にお醤油、そして煮汁を少し入れて伸ばしてください。その後フライパンの中に入れてなじませて、もう一度アルミホイルをかぶせて3分ほど煮てください。このようにねアルミホイルをかぶせていただくとフライパンの中が対流するので、全体にねまんべんなく味を染み込ませることができます。そして3分ほど経ったらアルミホイルを外して、あとはですね少し煮汁をかけながら2分ほど煮詰めてください。ただねあんまりここで煮詰めすぎるとしょっぱくなってしまいますので、注意していただけたらと思います。少し冷めることによってタレもねしっかり絡んでくるので、少しねサラッとした状態でも仕上げていただいて大丈夫です。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はサバの味噌煮を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。